こんばんは、クリミナルです。今回は久しぶりにシリアルキラーの動画です。その男はイギリスのヘルスケアシリアルキラー。少なくとも15人を殺め、推定では236人の犠牲者を出したと見られており、そのうちの8割は高齢の女性であった。ハロルド・フレドリック・シップマンは1946年にイギリス・ノッティンガムの公営住宅団地に生まれた。彼は周りからフレッドと呼ばれていた。フレッドは頭が良く、学校の成績もかなり優秀であった。スポーツもできて、ラグビーや陸上選手としても活躍していた。彼の母親はフレッドを溺愛しており、常に一番でいなさいと口酸っぱく言い聞かせていた。そのためフレッドも勉強に精を出し、地元で一番頭のいい学校に行き、奨学金も得た。ただその後、母親が肺がんを患ってしまう。母親は痛みに苦しみ、医者にモルヒネを打ってもらっていた。フレッドはその様子を横でじっと見ていた。モルヒネは医療用のヘロインで依存性の高い鎮痛剤であり、通常は末期疾患の終末段階の患者にしか処方されないものだ。そして1963年、フレッドが17歳の時に母親は他界してしまう。母親が好きだったフレッドはひどく落ち込んだ。それから2年後の1965年、フレッドはリーズ大学の医学部に入学し、その後16歳の女性と出会って結婚し、4人の子供を設けた。父親になり、これから家族を養っていかなければいけなくなったフレッドだが、妻がお産の時に使用していた鎮痛剤、ペチジンを自身に使用し、依存症となってしまった。その後、大学を卒業したフレッドは、1970年にポンテフラクト総合病院に勤務。74年にはトットモーデンの医療センターにて一般開業医として働き始めたが、ペチジンの処方を偽造していたことが発覚し、600ポンドの罰金を課され、医療センターを解雇された。彼は中毒症状を治すために精神治療を受けたが、75年に治療を中止。そして彼はランカシャーのハイドで一般開業医として働き始めた。これ以降、彼は患者に対し致死量のモルヒネを投与し始めた。フレッドにも他のシリアルキラー同様に悪魔のルーティーンワークがあった。彼は高齢の独居女性の自宅を訪れ、致死量のモルヒネを投与する。その後、患者をソファーに座らせ、暖房を強める。そして次の日に再び自宅を訪れ、患者の死を確認すると、死亡推定時刻を前日に訪問した時間よりかなり遅い時間に設定した。そして死因を心不全もしくは老衰とし、死後の解剖は不要とした。ちなみになぜ暖房を強くするかというと、部屋を温めることで死亡時刻の証拠となる遺体の温度低下を妨げるためであった。フレッドはこの手口で何人もの患者を手にかけた。ただ、1998年頃、ハイドに暮らすタクシー運転手がフレッドに疑いの目を向けた。その運転手はハイドの老婦人たちをタクシーによく乗せていた。その老婦人たちは健康に見えたが、なぜかフレッドに見てもらった後に急に亡くなることが多いと感じたのだ。また、一般診療医のリンダ・レイノルズは、フレッドの患者だけ不自然に亡くなっていることに気づいた。リンダは警察に相談したが、証拠をつかむことができず、起訴には至らなかった。疑いの目を向けられていることに気づいたフレッドは、手にかける患者をカトリック教の女性に限定した。カトリック教の方の遺体は火葬されずに埋葬されるからだ。通常火葬の前には2人の医師が遺体を確認し、解剖する必要があるか、不審な点はないかをチェックする。それをフレッドは知っており、ターゲットをカトリック教の女性に限定したのだ。こうして彼は疑いの目を向けられながらも患者を手にかけ続けた。しかし欲を出したフレッドはあるミスを犯した。フレッドによる最後の犠牲者は元町長のキャスリーン・グランディ。
彼女もまたすこぶる健康であったが、フレッドの診療後に突然亡くなっていた。1998年6月24日、フレッドは採血の名目でグランディの自宅を訪れた。その翌日、グランディはいつも参加している昼食会に姿を現さなかった。心配した二人の友人が自宅を訪れると、グランディはソファーに横たわった状態で亡くなっていたのだ。すぐさま友人たちが警察を呼び、警察は担当医師のフレッドに連絡を入れた。現場に到着したフレッドは遺体の状態を確認すると、死亡証明書の死因の欄に老衰と書き込んだ。また彼はグランディの診療記録を偽造し、咳止めのコデインを乱用していたという観察結果も付け加えた。このコデインは死亡後に分解され、モルヒネになる。彼が偽造した観察結果を付け加えたのは、生前のグランディに致死量のモルヒネを注射したことをごまかすためであった。狡猾なフレッドはさらに保険をかけていた。グランディは遺書を残しており、そこには私を火葬せずに埋葬してほしいと記されていた。彼女の遺体は希望通りに埋葬された。また遺書にはこんなことが書かれていた。私の資産やお金はすべてハロルド・フレドリック・シップマンに残します。家族は困窮しておりませんし、何よりハイドの地域住民のために尽力した私のお医者様に報いたいのです。この遺書を見たグランディの娘はショックを受けた。母親がこんなことを書くはずがないと不審に感じた娘は警察に通報。そしてグランディの葬式から6週間後の8月1日、警察がグランディの遺体を掘り出し、検視の指示を出した。法医毒物学者のジュリー・エヴァンズは遺体の肝臓と太ももを綿密に調べた。太ももは体の筋肉の中で最も安定した組織で毒物の痕跡を調べるのに適している。エヴァンズは質量分析法を用いて遺体を徹底的に調べた。最終的にエヴァンズは致死量のモルヒネを注射され亡くなったと結論付けた。同時に警察はグランディの遺書を調べていた。するとその遺書からフレッドの指紋が見つかった。実はこの遺書はフレッドが自身の診療室で使用していた手動式のタイプライターで作成したものであった。警察はフレッドが診療した患者の遺体を11体掘り出した。実はモルヒネは死後でも長い間残存するのだ。するとすべての遺体に致死量のモルヒネが投与されていたことが判明。こうしてハロルド・フレドリック・シップマンは15件の殺人と遺書偽造の罪で有罪となり終身刑が下された。そして2004年1月、フレッドは独房のベッドのシーツを窓の格子にかけ、それで首を吊った。57歳だった。多くの患者に致死量のモルヒネを投与したヘルスケアシリアルキラーハロルド・フレドリック・シップマン。医療現場において患者を複数に故意に殺める医師や看護婦のことをヘルスケアシリアルキラーと呼びます。フレッドは尋問された際に傲慢な態度をとっていました。それはまるで自分が殺めたいと思った相手を殺める権利が私にはあると言わんばかりの態度だったそうです。彼は主に高齢の独居女性を手にかけましたが、4歳の患者にもモルヒネを投与した疑いが残されています。また、なぜか最後の犠牲者、グランディを殺めた件だけ遺産をせしめようとしました。しかし彼は明確な動機を語ることはありませんでした。なぜ彼は患者にモルヒネを投与し始めたのか。この点に関してはいくつか説があります。一つ目は母親の死を再現しようとしていたという説。二つ目は医療制度の負担になった高齢者に安楽死を実践したという説。三つ目の説はアイルランドの医師であるジョン・ボドキン・アダムズを真似したのではないかと言われています。アダムズの患者のうち160人を超える患者が不審な死を遂げており、132人の遺書に彼に金銭を残すと記されていたのです。母親の一件でモルヒネの存在を知ったフレッド、
それがきっかけで医学に興味を抱いた彼は、モルヒネを人の生死を操れるものだと感じてしまっていたのではないでしょうか。おそらく彼はテッド・バンディと同じように人の生死を操りたかったものと思われます。尋問の際の傲慢な態度からもその身勝手な欲望が見て取れます。彼は自身を人の生死を操る神のような存在と思い込んでいたのかもしれません。